今年の夏は異常な暑さで、私たちの住むドルドーニュでは43度近くまで気温が上がる日もありました。6月にはそんな暑さが2週間ほど続きました。その後も7月、8月と猛暑日が何度もありました。日本の夏も厳しいので、とにかく夏バテしないように水分をとってしっかり食べることは心がけていました。でもフランスで暮らしていると、日本のそうめんや冷やし中華のような暑い夏にはこれという定番があまりなく、暑い日に手軽に食べられるものって何だろうと考えるようになりました。そこで今回はそんな暑い日に私たちが食べていたものをご紹介します。今年の6月、あるものを購入しました。これが想像以上に大活躍して、今年買ってよかったものナンバー1になりました。もともとはこの夏の暑さのために買ったものではありませんでした。今の世界情勢を考えて、念のために備えておこうと思って購入したものです。その答えは後ほど。
さて、こちらがその今年購入したもののお気に入りです。冷凍庫でした。庭で採れたトマトやオクラなどの食べきれない分、涼しい日に作っておいた料理、朝焼いたチョコレートカンパーニュなども冷凍して保存しています。これは野鳥たちが気に入って使っている水場で定期的に水を入れ替えています。この日、掃除をしようとトレイを持ち上げてみると、たくさんの種が入っていました。多分、庭にある梅の種だと思うのですが、梅の木はこの場所から50メートルほど離れています。鳥たちがここに運んできて集めているのかなと思っていたのですが、後で調べてみると、どうやら水場に持ってきて、ここで食べていることもあるようです。今年の夏、大活躍しているのがこのオートミール。私は食事系のレシピにするのがすごく気に入っています。オートミールの3倍の水を加えてレンジで1分ほど。この他にイワシ缶ときゅうりを味噌で和えたトッピングなんかもこの夏よく作りました。黄色いペーストは自家製の塩レモン。以前の動画で作り方をご紹介しているので、興味のある方はぜひご覧ください。ドレッシングや浅漬け、炒め物にも使えて、我が家ではかなり重宝しています。こちらはグリルして皮を剥いたパプリカを冷凍しておいたもの。そのままでももちろん、塩レモンとオリーブオイルでマリネすると暑い日にぴったりです。動画の前半で作ったこちらは、塩もみしたきゅうりにグリークヨーグルトと塩レモンを合わせたもの。カレーのお供にもおすすめで、きゅうりの大量消費にも便利です。どう？
猛暑が続いた後には決まってこんな嵐がやってきます。そして定番の停電も。8月も終わりに近づき、ドル通りの夏も少しずつ秋へ向かっています。私は6月の夏至が近づく頃が一番暑さが厳しいように感じます。皆さんの暑い夏のお気に入りレシピは何ですか？最後までご視聴いただきありがとうございました。